人生初レースまで4ヶ月、実車に乗れるのは月に2回だけ。シミュレーターを活用したレース特訓練習メニューをご紹介します。実際にこの方法で V グランツのタイムが4秒縮まりました。メアリーです。サーキット2年目の30代社会人が初レースに挑むまでを記録に残します。レース参戦が決まってから本番まではわずか4ヶ月。予算の都合上 V グランツの実車練習ができるのは月2回まで。実車走行での経験値を最大化するためにも実車に乗れない時間の過ごし方が重要です。今回はそのために日々取り組んでいる練習メニューを紹介します。まず開幕戦までにできるようになりたいことを4つの軸で整理しました。1つ目はベストタイムの向上。自分の限界タイムがレースで勝負できる水準になっている必要があります。2つ目はロングランでの平均タイム。耐久レースではスピンやミスをせず安定した走行を重ねることが重要です。3つ目はレースを想定した実践テクニック。他者と接触せず安全に駆け引きしながらもタイムロスなく走り続ける必要があります。そして4つ目は耐久ドライバーとしてのスキル。車両からのインフォメーションを可能な限り収集し、チームと情報交換する必要があります。これらの能力を身につけるために、実車走行、シミュレータ練習、そしてイメージトレーニングという3本の柱を組み合わせて練習メニュー化しました。順番に紹介していきます。まずは実車練習です。K2 ガレージさんのレンタル車両 V グランツで月に2回ほど富士か鈴鹿のサーキットを走ります。実は今回のレースが決まるまで V グランツに乗ったことはなく、鈴鹿サーキットも初走行でした。1回の走行にかかる費用が高いので、練習で得られる経験値をどれだけ上げられるかが勝負です。できる限り練習目的や課題を事前に明確にし、シミュレータで予行練習をした上で実車経験を積みます。そしてもう一つの実車練習が石垣ドライバー主催の広場練習です。愛車の S2000 で参加しているため、参加費数万円のみで1日走り放題。しかも同乗・逆同乗走行が可能で、石垣ドライバーから的確なアドバイスをもらえます。スリップアングルつけて二輪モデルでタイヤがここに力発揮するみたいなのってご存知ですか？タイヤが進行方向に対してステアリング切って、進行方向とタイヤの向きの差がスリップアングルって呼んで、それがあるから横に力出るんですよ。で車が自転するから進行方向に対してリアにもスリップアングルがついて、リアも横に力出すっていう形なんですけど、手が速く動くイコールその進行方向に対してスリップアングルつきすぎちゃうんですよね。そうするとスリップアングルってある程度まではつけばつくほど力が出てくるんですけど、そこからさらにこうグッて切りすぎると今度減ってっちゃうんですよ。そうすると切ってるんだけどなかなか曲がんないみたいな感じになる。実車に乗れない日が大半ですが、そんな毎日の練習を支えているのが自宅のレーシングシミュレータです。実車を上手くなることだけが目的なので、最低限の機材を使って100万円ほどで組みました。車で15分ほどのところにシム屋さんはありますが、歩いて10秒のところにあるマイシムに勝るものはありません。この環境で毎日最低1時間は練習しています。最近はブレーキペダルも新調しました。このあたりの詳しい機材の話は別の動画でじっくり紹介する予定なので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。それからもう一つ、夏場はパーカーを着たまま暖房をつけた状態でシム練をやっています。戦うのは7月の鈴鹿と9月の茂木。セーフティーカーが出た際にはコックピットの中は地獄のような暑さになります。体をその環境に少しずつ慣らしていく。これも見えにくいけれど大事な練習だと思っています。レーシングシミュレータの練習は大きく2つに分けています。1つ目の練習にはアセットコルサというソフトを使用します。このソフトにはモッドと呼ばれる自分で車両やコースを自由に変更できる機能があります。
実際に乗る V グランツの車両モッドや実際に走行するコースモッドが販売・公開されているので、それをインストールして使っています。できるだけ実車走行と同じ環境を再現し、コースや車両に慣れることを目的としています。特に V グランツはシフトダウンが難しく、5000回転以上で 0.3 秒以上の間隔を空けてシフトダウンするようにリズムを体に染み込ませるのに有効でした。2つ目の練習には iRacing を使います。このソフトはオンラインレースが常時開催されているので F4 や MX5 などのレースに参加しています。スタート、駆け引き、本戦でのポジショニングを意識しながらレースそのものの経験を積むことを目的としています。プロドライバーもレース感を維持するのに使っているそうです。そしてシミュレータと対になる練習がもう一つ。カートの草レースにも積極的に参戦しています。iRacing で身につけたスタートや駆け引きを今度は実車のコンソールで試します。画面越しでは伝わってこない空間把握や集中力を養います。練習時間以外もできるだけレース漬けにします。日常生活でも暇があれば V グランツの走行動画を流しています。自分とライバルの差がどこにあるのか、穴が開くほどライバルの走行動画を見ます。チームとは毎週のようにオンラインで集まって練習の課題や次の走行テーマについて話し合います。経験豊富な先輩方のアドバイスを受けながら自分の練習も軌道修正していきます。今回はレースに向けて取り組んでいる練習メニューをご紹介しました。富士スピードウェイで V グランツに初めて乗った時、タイムは1分56秒台と絶望的でしたが、練習を続けた結果、今では52秒台が出るようになりました。次回の動画では少し成長してタイムアップした走行の様子をお届けする予定です。初レースまで残り1ヶ月、やれることを淡々と積み重ねていきます。この動画を気に入ってくださった方は、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。感想をコメント欄にいただけると動画制作の励みになります。ご視聴ありがとうございました。